お、東京駅を11時に出発したサフィール踊り子です。かっこいい。そしてうわ、客乗りすぎだろ。東京駅をまだ出た時点なのにね。プレミアムグリーンもあんなにいっぱい乗って、グリーン車もね、もうなんか中の高級感がすごすぎてあんまり内容よくわかんない。うわ、お客さんいっぱい乗ってる。僕も乗りたいということでですね、改札を早速飛び出し ATM に直行、有金を突っ込んで来月の土日の指定券を光の速さで購入と行きたいところなんですが、ここは少し頭を冷やすべきです。今出ている金額よりもっと安く乗る方法はないのでしょうか。値段そのものを下げる方法は見つかりませんでしたが、しかし1泊1500円で宿泊する方法ならあります。ダイナミックレールパックというところから予約すると、見てください。さっきの値段から1500円足したらば1泊旅館をつけることができてしまいます。もちろん部屋や食事をグレードアップしたり、他のホテル旅館に変えるということも可能です。詳しくは JR 東日本ビューダイナミックレールパック、ダイナミックレールパックのページをご覧ください。東京駅からオレンジ色の中央線快速電車に乗って揺られますことおよそ1時間やってきました。ここが中央本線の東京都最後の駅、高尾駅です。東京都八王子市。高尾駅は相当かっこいい建物ですが、これは大正天皇が亡くなった時、今の東京千駄ヶ谷駅の辺りに作られた霊柩列車の専用駅をここに移築したものだといいます。近い将来この駅舎は見ることができなくなる予定です。戦前からずっと使われ続けるとても古い高尾駅のホーム、そこの奥にある発車表を見てください。4番線ご注意ください。4番線には折り返し19時9分発の長野駅到着です。黄色い点字ブロックの内側へ下がってお待ちください。ここからは1日に1本長野行きの普通列車が出ています。中央線のテーマカラーがオレンジ色なのもここまで。ここから先中央線は青い帯をまとって長く山を越えていく険しい路線、そして景色の美しい路線になります。この長野まで延々と走り続ける普通列車に使われる車両は211系という国鉄時代に作られた古いもので、日によってボックスシートであったりロングシートであったりしますが、ロングシートに当たってしまってですね、うわボックスが良かったよと涙を流す鉄道マニアの人が大変多いそうですが、私もその中の一人に今なることが決まりました。出発前に特急海事号が先を行きます。その後を狙ってタイミングよく出発。この日の中央本線は上りで20分ほどの遅れが発生しており、私の乗るこの普通列車長野行きも折り返しの到着が遅れて、高尾駅で止まっている時間はわずかでした。私は本来であればここで止まっている間に何か食べ物とかを買ってこようと思っていたんですが、撮影の時間が足りず食べ物を買う時間もなくなってしまいました。この後の工程でそれにはかなり苦労しました。それはしょうがないことですけどね。高尾を出ますと列車は上りの急な坂が連続する区間に入ります。この列車は中央線普通列車の長野行きです。淡々と車内放送がありました。遥か彼方長野県の県庁所在地まで向かう列車とは思えない淡々とした走りぶり。そんな遠くまで乗り通すお客さんなど通常いるはずがないから、わざわざ長々とそれっぽい車内放送をしなくてもいいのかなと思います。この先にちらりと見えている線路が急な上り坂を描いていることがわかるでしょうか。東京からこの八王子市高尾までは平坦な線路がずっと続いてきていましたが、ここから先中央線は帯の色がオレンジから青に変わるだけではなくて、路線の性格も全く異なったものになってきます。急な上り坂だから列車の速度を上げていくその調子も平坦なところを走っているのよりも随分遅いように感じます。高尾を出発した列車は早速難所小仏峠を目指して進んでいきます。江戸時代の旧甲州街道も乗車中の中央本線も、さらに右手この辺りでは一番新しい交通手段である中央自動車道も皆この一つの谷川を共有するようにして走っています。この辺の山は大変険しく、鉄道も江戸時代の道も新しい高速道路であってもみんなこの辺りの道筋を共有しなければ他に通るような場所はないということですね。しかしここで圏央道との交差点などがありますから、高速道路はすごいところを走っていると思います。進行方向の左側にあるのが江戸時代からずっと使われている旧甲州街道です。大変深い山並みですが、一方で東京から手軽に訪れることのできる深い山だということで、このようなレジャー施設なども存在しているようです。江戸、明治、そして今の時代に至るまでの交通手段の変遷を見ているようです。
こんな険しい道ですが、東京との結びつきもとても深く、ロングシートには大勢のお客さんがかけています。列車が走っているこのトンネルは小仏トンネル。これを抜けて中央本線は峠の向こう側、神奈川県相模原市に入ります。抜けた先も政令指定都市の大きな町ということになってはいますが、相模原市も大きいのでね、どちらかといえば政令指定都市というよりは普通に山奥でしょう。しかし標高を下げてきたところはやはりレジャーの地として知られる相模湖駅、ハイキングコースなどもたくさんあるようです。駅も最近またきれいにリニューアルされたようです。この普通列車長野行きはもちろんこれから先、中央本線、そして直通する篠ノ井線と信越本線の全部の駅に止まっていきます。さて現在地を地図で表示してみますと、ついにですね、大きな関東平野から山が連続する険しい区間に食い込み始めたということが分かります。中央本線の面白さについては今までも様々な動画で散々紹介していますが、なるべく違う切り口で普通列車ならではの視点から紹介できればと思っています。相模湖で大勢お客さんがおりました。その後相模川の支流、深く渓谷を作るような川の上を何度か通って、実際に向こうに先ほどから名前を呼んでいた相模川も見えてきました。このように景色が広くなってくると上野原という大きな町に着きます。外の人が上野原に来て観光をするみたいなことはあまりないと思いますが、普通列車に乗っていると上野原でお客さんがごっそりと降りて、ついに落ち着いて座ることができるようになるという印象です。4人掛けのロングシートが空きましたので、ここに座ります。ロングシートの快適性はあまり高くないという人もいますが、個人的にはこの中央線の211系のロングシートは好きで、例えばこんな感じでスマートフォンとか、僕が高校生の頃は勉強道具とかを置いてですね、英単語の勉強とかに使った思い出もあります。こういう簡単な置き場があるし、この鉄のパイプみたいなやつとか、横の台のところに頭をもたれさせるのも快適です。列車は間もなく塩津駅に着きます。このように谷川沿いの小さな町のように見えますが、実際には利用者がそれよりは随分多いところで、バブル景気の時代にこの山の上に住宅地を造成して、そこまでの連絡の通路などを作ったため独特の景観も呈しています。そしてここから目の見えないところに大きな町があるわけです。逆に言えば、あのような極端な山の上を平坦に無理やり作り変えてみたいなことをやらなければ、住宅地を増やすことができないほどにこの辺りの地形は厳しいということです。1952年から使われているという古い塩津の駅舎が今映っていましたが、あの駅舎も間もなく解体されて新しいものに変えられる予定だと聞いています。トンネルに入りますが、入り口がレンガで作られているというのもわかるでしょうか。もう一度見てください。ちょっと早すぎてわからないかもしれませんね。また後でご覧ください。レンガのトンネルはこの先でも紹介する機会があります。東京を出て最初の無人駅、柳川駅に間もなく到着。斜めの屋根、茶色い建物、あれが柳川の駅舎です。比較的新しい建物です。もともとあった駅舎は1990年代に中核派の同時多発テロ、さまざまな駅舎を燃やすという事件がありまして、その時に焼かれてしまったそうです。今の駅舎はその後に建てたものだと聞いています。さてこの先、進行方向左手に今の時代の甲州街道国道20号がありますが、ここで大きく左になんか大人の事情を感じるような急カーブをしている場所があります。どうもこの左にもともと道路を作ろうと思っていたんだけれども、地質かなんかの関係で作れず、やむを得ずルート変更したのだろうと思います。危ない場所のようです。続きまして鳥沢。この鳥沢を出ますと、中央本線の中でも特に景色のいいところを通過します。新桂川橋梁、素晴らしい眺めです。もうちょっと田んぼとか畑の作付けが進んでくると、なお青々としていい眺めになると思います。大きな谷の上を巨大な鉄橋で一気に渡っていってしまうこの光景、中央本線の中でも目を引き印象的なところだと思います。もともとはこういう風な走り方をしていなくて谷川に沿っていたんですが、技術の発達した時代に一気にここに橋を架けて渡った方が早いということで今の形になったそうです。似たような高速道路用の赤い橋が向こうに見えるこの駅は、その次の駅、猿橋です。日本三奇橋猿橋の観光の最寄り駅として使われてもいると思いますが、向こうに見えるあの中央道の赤い橋もそれなりに見るべき素晴らしい橋だと思います。ものすごい大きさですよね。次が富士山の玄関、大月です。
反対の列車が20分遅れで走っていますよという案内の放送もしていました。ちょっと20分は大きいですよね。確かやむを得ない事情がこの日もあったんではなかったかと思います。3気境皿橋と書いてあるその奥にレンガで作った壁があります。中央本線を明治時代に建設した当時からの構造物も様々なところで見られます。ちょうど20分遅れの普通列車と行き違いました。あちらも211系。中央本線の普通電車はこの辺りでは全部あの車両で運転されています。次は大月。大月では進行方向の左側に江戸時代からの旧甲州街道が通っていまして、大月は宿場町でもありました。その宿場と大月の駅がですね、ちょうどこの辺りでぴったりと並行しています。この進行方向左側に家が並んでいるのが江戸時代の宿場町を受け継ぐ今の大月のメインストリートだと思います。結構町の中心部と立地はいいんですね。大月では少々の停車時間があります。このまま長野まで行くと私はカロリー不足で参ってしまうかもしれないと思ったので、カロリーを補給するためにここでアイスを買うことにしました。アイスはなかなか取りづらいところに落ちました。とりあえずゲット。ビニール袋を持っていたので捨てることができてよかったですが、持ってなかったら地獄でしたね。あそこ細長い家がありますけど分かりますか？江戸時代からの名残なんじゃないかなと思います。大月駅は富士急行線との連絡駅を JR 東海から移籍してきた富士山ビュー特急、富士急行線の看板の特急車両が止まっています。さらにそれだけではなく、今踏切が閉まったので何か来るなと思って見ていましたが、もう一つの富士急行線の特急、小田急電鉄から移籍してきた元ロマンスカーの富士山特急、なんかいい感じに見られましたね。この普通電車長野行きに乗ると大月でこんな光景を見られるようなので覚えておくと楽しそうです。さて大月から先また一山越えるかという雰囲気になってきます。中央本線は基本的に甲府盆地の周辺以外はもうほとんど山越えの連続です。朝から何も食べていなかったということもあって結構きつかったんですが、このアイスクリームカロリーは174キロカロリーと書いてありました。お腹が本当に減って困っていたんですが、とりあえずここでカロリーをついたものを摂取することができ、まだここから先も頑張れるなと思いました。熱中症とかになったら大変ですからね、カロリー不足もその原因になるでしょう。上り坂の険しいところでカーブも連続してはいますが、この列車自体の最高速度がおそらく100キロとして運転されていると思いますし、そんなにこの辺りでも遅くなるという印象は受けず、順調に山を登っていきました。進行方向の前側、画面の右側の方が上になっているということがわかるでしょうか。今坂を登っている最中です。そんな急な坂道の区間に入ったところでまもなく初刈という駅に着きます。初刈駅は昔、今列車が止まるところとは違うところにプラットフォームがありまして、駅は大幅に改造されています。昔はあそこに保線車両がユニオン建設とか書いてありますが、あそこに昔は初刈駅のプラットフォームがありました。今はこちら側にプラットフォームが設けてあります。なぜそんなに大きく駅の構造が違っているのかということは、ここで短い時間に説明するのではちょっと難しいのですけれども、後でスイッチバックというものを改めて紹介しますから、その時に見ていただきたいと思います。この向こうに初刈の駅舎がありますが、もともとのプラットフォームの位置に合わせてだいぶ離れたところに今でも駅舎が残されているようです。この初刈駅は明治時代の技術であれば列車を止めることができなかったような場所に今のホームが設けられています。急勾配の区間、ホームがとても急な坂のところに位置しているということがわかると思います。その急な坂道を上りながら列車は加速していますが、なかなか加速しません。速度の上がりが通常よりも遅いなと感じる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。駅もようやく過ぎ去りました。なおも上り坂がどんどん連続する区間です。列車が頑張って走っているんだなというのが感じられて、乗っている方も楽しくなります。列車の次の停車駅は笹子です。笹子トンネルという名前は特に中央道を運転している人ならば有名だと思います。2012年だったでしょうか、中央道の方で事故もありまして、その名前は全国で報道されていました。進行方向の右側、ちょうどこの辺りで中央道もまた姿を現します。先ほど小仏峠を越えましたが、続いて笹子峠越えとなり、国道20号や中央道、旧甲州街道、そして
乗車中の中央本線がまた一堂に会する交通の難所の区間の始まりです。ここでいいものが見ましたね。これもともと明治時代に中央線が走っていた時の橋の跡だろうと思います。ちょっと橋の辺りの構造を作り変えたんですね。その昔の遺構を見ることができました。列車はなおも坂を登って、いいですね。江戸時代の街並みはまだこのようにはっきりと再現されています。道の両脇に家がたくさん並んでいて、旅人を昔の人たちが迎えていたんでしょう。今は物静かな街になっていると思います。さて、列車は先ほどからずっと上りの急勾配の区間を連続して通過しています。平坦な土地というのは全くありません。今は坂が急なところでも列車を無理やり運転することができる技術の水準に達していますが、明治時代の技術では無理です。で、こういうところで列車を途中で停車させるためにはどうやったらいいのかというと、急勾配の本線から一旦外れた場所に平らな土地を整地して、そこに列車を止めるということをやっていました。要は避難所みたいなところに入っていくということになります。列車はまもなく笹子駅に到着します。笹子峠の手前の重要な駅、ここで大きく右にカーブして急勾配の途中で列車が停車していますが、昔はこんなところでは止まっていませんでした。笹子停車中はすごいですよ。もう車体も右に大きく傾いて、ホームも明らかな坂になっています。加速もゆっくりです。今の時代はここに列車が無理やり止まっていますが、昔はそうではなく、進行方向の左側、この線路の向こうにホームを設けて、そこに止まっていました。つまり一旦進行方向を折り返して、あそこに入っていくという面倒な作業を行っていたのです。この面倒な作業をスイッチバックと言います。中央本線では昔多数のスイッチバック駅がありましたが、技術の発展によってそれをやる必要はなくなり、元スイッチバックという形で様々な駅が親しまれています。さあ、列車が入りました。名物の笹子トンネル。開通した時、日本で一番長いトンネルだったというこのトンネルを抜けますと、甲府盆地の玄関口海大和に近づきます。とても長いトンネル、まっすぐ掘られています。今はこの中で携帯電話の操作ができるほどに電波の状況も改善されています。笹子から中央東線と書いたこの長いトンネルを抜けて海大和まで、長い闇の区間、モーターの音がひたすら車内に響き当たります。この辺りで一旦上り続きは終わり、これから先は甲府駅まで坂を下り続ける工程となります。天下の大動脈笹子トンネルを抜けました。そして列車は間もなく到着する海大和駅で、後からやってくる特急に道を譲るため、確か8分間ほどだったと思いますが、長めの停車をします。海大和で降りられるなんていいですね。上には国道が通っているようですが、すごく高い橋で構成されています。それだけこの辺りの谷が深いということでしょう。またここでホームの後方に行きますと、今通り抜けてきた笹子トンネルを見ることができます。トンネルは2つありますが、古い方はこの画面の右側、私の今通り抜けてきた方です。石造りになっていて、とても威厳があるこのトンネル、これによって甲府は近代化を果たしたと言ってもいいでしょう。上の変額の記号は山形有朋天台港と書いてあるそうです。天に代わってこのトンネルを作りました。それぐらい山梨県にとって大きな意義があった笹子トンネルは、本日も中央本線の大動脈として使われています。新宿からやってきた特急あずさ号、暗いところを通り抜け、5つの前照灯を全て点灯させた状態で通過しました。それに抜かれる普通列車の方がはるかに遠くまで行くというのがまたすごいなと思います。あれ、暑さじゃなくて怪獣だったかもしれないですね。見た目はパッと見ても分かりません。ちなみにこの海大和駅、折敷島と書いてありますが、 JR の豪華列車敷島号もやってきて、ここで折り返し作業を行うことがどうもあるみたいです。武田勝頼が最後に滅んだのがこの辺りなんですね。武田家終焉の里といつも書いてあるのが気になります。ちなみにこの海大和駅で駅周辺にコンビニがあるので、実はここで食べ物を買うということも考えたんですが、視聴者の皆さんに笹子トンネルの入り口と山形有朋の見学をご覧いただきたかったので、ご飯を買うということは諦めました。そしてなんと凄まじいことに、この列車、この後はもう途中の駅で長時間の停車をすることはありません。桑の原信号場というところでちょっと長めの停車があるんですが、駅での停車はもうありません。ですから買い物をするチャンスももうないのです。
鉄道マニアなら笹子トンネルの入り口を見ればお腹いっぱいになれますよね。列車は次に勝沼を目指して急な坂道を降りていきます。トンネルを抜けますと進行方向の左側に線路が敷いてあるのが見えます。これは今使われている線路ではなく、昔使っていた線路をどうもここに保管しているようです。それらしき解説書きが画面の左下にも書いてあります。この場所は公園として開放されていて、まもなく到着する勝沼武道橋駅から訪れることができます。この辺りもまた険しい坂になっていまして、次に到着する勝沼武道橋駅は昔勝沼駅と呼んでいましたが、その時代、今下に機関車が保存されているあのぐらいの高さのところに昔のプラットフォームを設けて列車を止めていたそうです。旧スイッチバックの駅、もちろん今のプラットフォームもちょっと急な構造になっています。また駅からブドウ棚が見え、ちょうど新緑で青々としている光景を楽しめています。そこを観光バスが通ります。まさにブドウの里。ここは画面の下側が坂道になっているのがわかるでしょうか。感じてください、この加速力。駅を発車するときに本来の加速のペースを上回るように勢いよく速度を増していきます。とても急なところに駅が設けられているので、スピードが上がるのももちろんその分速くなるわけです。また見どころが多いです。進行方向左側には昔のスイッチバック時代のプラットフォームも残されています。あそこは観光地として訪れることができるようになっています。春は桜の名所として知られます。見どころはまだまだ続きます。一面のブドウ畑。次の円山の辺りまで列車はこの大規模な緑の絨毯の上を走りながら進みます。しかも天気のいい日にはこの向こう甲府盆地が今見えていますが、そのパノラマのさらに向こうに北アルプスまで見えてしまいます。北アルプスじゃない、南アルプスまで見えてしまいます。ですからこの辺りの景色もそれは素晴らしいものとなるわけですが、一方でこの辺りあまりにも景色が良すぎまして、天気がさらにいいと山まで見なければいけませんから、目を向ける場所が追いつかなくて、その全ての魅力を楽しむことはやはりできないということになります。曇っているぐらいでもちょうどいいです。鉄道の道では有名な宮脇俊三さんという方も、中央本線の景色を見るならば梅雨時のちょっと曇りの雲が立ち込めているような時に来るのが良いとおっしゃっていたそうです。列車は間もなく円山に着きます。特急海事号の停車駅としてこの辺りの中核的な町として機能している円山、ここから先は列車の本数も増えます。甲府盆地、人のたくさん住んでいるところに降りてきました。山梨県甲州市。シンプルに言えばここから先は大都会の区間となります。地図を見てみましょう。笹子から笹子トンネルを抜けて甲斐大和で、さらに勝沼武道橋あたりにかけてはどうしても山のあまり人が住んでいないようなところを通っていましたが、この円山から先の区間は甲府盆地の中、人がたくさん住んでいます。円山、東山梨、山梨市、春日井町、磯和温泉、坂織、甲府、その先竜王と人がたくさん住んでいるような平坦な豊かな土地をずっと走ることになります。駅と駅の間隔もさっきまでよりも随分短くなりますが、線路がまっすぐ引かれているので、列車は左手にさっきまで自分が走っていた勝沼の丘陵地帯を見ながらまっすぐな線路を伸びやかに走ります。どうも最高時速はやはり100キロのようで、基本的には時速100キロまで加速して勢いよく減速してというのを繰り返すようです。また円山を過ぎてしばらくすると進行方向の左側に富士山だと思いますが見えてきます。いつも紹介しているところなんですが、中央線は日本で一番高い山富士山と2番目に高い山南アルプスの北岳と3番目に高い山の奥穂高岳も見えまして、日本の山の金銀銅全部見ることができる路線としていつも紹介しています。富士山が今日見えるとはね。大きなホテル旅館などが見え始める伊沢温泉、昔は伊沢駅という名前でしたが後に温泉を付け足しました。結構そういう風な観光開発を JR になってからやりました。列車の速度はやはり100キロまで上げてはというのを繰り返しています。お腹が減りすぎてさっきですね、ココアも買いました。今ちょっと画面に映っていたかと思います。変電所がありますね。この変電所結構古そうに見えますけどどうでしょうか。
なんでこんなものに注目しているのかというと、この中央本線の甲府までの区間は戦前1931年の間にはもう電気運転が始まっていたという、日本でも最も先進的な場所と言ってもいいようなところだったのです。中央本線の電気運転がなぜそんなに早くから行われていたのかというと、さっきの笹子峠やら小仏峠やら険しい道が多く、トンネルの中で蒸気機関車の煙によって人が窒息してしまうこともあり、ひどい時には亡くなってしまうこともあったので、そして何より坂が険しすぎて蒸気機関車では力が足りないということで、パワーの強い電気機関車が早くから導入されていたのだそうです。こんなところは他にはなかなかありません。あそこにですね、海へ、名古屋へ、関西へ、特急富士川、 JR 東海、あそこに見えておりますのは JR 東海の善光寺駅です。善光寺っていうのは長野にあるんですが、海善光寺というのもここにあります。左手から合流してきたこの線路は JR 東海の身延線、静岡清水の方面へ向かって人々を運んでいく都市間連絡の路線でもありますが、どちらかというとローカル輸送に今偏っている方かな。主要駅の甲府に着きましたが、すぐに発車します。昔の甲府駅の屋根の一部が残されて保存されています。甲府でも後の列車に抜かれるということもなく、乗務員交代だけの短い停車をしたらすぐに発車です。やはり買い物をすることはできていません。この高尾発長野行き普通列車は途中の停車がとても短く、そのスピードが速いということで鉄道マニアの間ではよく知られています。かなりこの列車は速かったです。進行方向の右側、甲府駅の車両置き場がありまして、ここにも私が乗っているのと同じ211系などが止めてあります。列車は引き続き時速100キロで走っていますが、このように快調な運転がまっすぐできるのも次の竜王までです。竜王は甲府市の西部にある駅で、鉄道輸送の面では貨物輸送でも活躍しています。 JR 貨物と書いてある貨車を移動させるための古い、ミニ機関車みたいなのが置いてありますが、冬の時期など特に需要が増すであろうオイルですね、石油輸送でここは活躍しているのです。ここを過ぎますと、これまで平坦だった甲府盆地とはお別れ、急な上り坂が連続する区間にまた戻っていくことになります。高尾を過ぎてからようやく初めて手にした平坦な区間でしたが、もうそれは終わりです。この先列車は韮崎という主要駅に着きます。この韮崎はまた例によって旧スイッチバックの駅です。旧スイッチバックの駅の中では僕は個人的には韮崎が一番好きです。あそこに上り 25% ミル、25と書いた勾配表が植わっているのが見えます。 25% ミル勾配というのはいつも説明しているようにとても急な道なんですが、普通の鉄道では基本的に 25% ミルを上限としているんですが、その上限の上り坂のきついところに駅を作って止めてしまうというんだからすごいです。例によって昔はこの右側に保線車両が止まっているのが見えますが、昔はですね、ここに列車を止めていたのです。一段低いところに駅があって、何度も列車を行ったり来たりさせながらそこの低いところに列車を止めていましたが、今は傾斜の急なここにプラットフォームを設けて、あえて言うなれば無理やり列車を止めるような形で走らせています。ホーム上にビー玉を置けば転がっていってしまうでしょう。加速にすごく時間がかかっているの分かると思います。もちろん動きはするのですが、平坦なところに比べれば急勾配ですから上りには遅くなるでしょうし、さっきの勝沼ぶどう郷駅の下りと比べればもう全然その歩みの速さが違うというのも分かると思います。お客さんがたくさんいる韮崎、特急列車も止まります。この韮崎はこの辺りの急勾配の駅の代表的な光景の一つだとは思いますが、まだまだこの先にも急勾配区間が連続します。次は新府です。右手に韮崎の街並みがちらりと見えます。夜に走ると夜景がちょっと綺麗です。そこまで期待しない方がいいかもしれませんが、見てもいいかなみたいな感じの景色。この新府の周辺は線路が大きく迂回しています。うねっているのもやはり坂道が険しいのでこのような構造。そして新府駅の左側、プラットフォームの奥に謎のスペースがあります。鉄道車両1本分ぐらいのスペースが空いているなと気づくかもしれませんが、昔はこちらに列車を止めるためのスペースが本当に存在していました。この新府駅もまた急勾配の途中に後から無理やり作ったような感じの駅です。
この辺りの地図はこんな風になっているんですけれども、これではわからないと思いますので、線を引いてみますと、私が走っている本線というのがこの赤い線路になりますが、昔はこれから外れたところに反対の列車との行き違いや特急との待合などで使う対比線というのが設置されていました。その対比線が今見ていただいているプラットフォームの裏側、左側にあったのだということです。これでもね、見てもらうとその対比線の跡地に何やら建物とかが建っているのがわかると思います。ここもやはり例に漏れず急勾配の区間ということでスイッチバックを行っていました。だから昔の中央線はスイッチバックばかりでね、乗ったらうんざりしたと思いますよ、時間がかかりすぎて。続きました。到着してこの穴山もまたここも旧スイッチバックの駅です。これだけを回るという動画を出すだけ、確か綿貫渡さんとかが出してたと思うんですけど、それだけでもね、一つ見どころのある動画になりそうです。この穴山駅は右手にちょっと高台がありますが、もともとはあの高台の高さに列車を停車させていました。ですから駅舎もちょっと変わった構造になっていて、地下1階に相当するところにホームがあって、ここからですね、階段で上に上がると町の方に行けるという構造になっています。ガードレールがありますけれど、昔はどうもあの辺に駅舎などが設置されていたようです。列車は今急な坂道をまた登っている最中なんですが、昔はこの急勾配のところに列車を止めることはできなかったので、列車を行ったり来たりさせながら、この右側ですね、線路が今でも残っています。この右側の方に列車を一旦バックさせるような形で押し込んで止めていたようです。まだまだ上り坂は続きます。ちなみにどこまで続くのかというと、長野県に入りまして2つ目の駅富士見というところまでは基本的に上り基調となります。右手に大きな山が見えてきまして、これが八ヶ岳かと思うんですが、八ヶ岳なのかな。この辺で走っているとね、視聴者の方に教えていただいたんですが、これが八ヶ岳だと思った山が偽八と言われている八ヶ岳に似た山だというパターンが結構多いようです。ともかくお客さんもだいぶ減ってきてですね、この辺りは外の景色を見るのがとても楽しい区間。列車は続いて日野原駅に着きました。この日野原の駅はスイッチバック構造の駅ではありませんが、前にも一度紹介しましたね。給水塔の設備があります。蒸気機関車の時代には SL は坂を登っていくときにどんどん水を使ってしまいます。で、その坂を登っていく作業に必要な水をここで継ぎ足してあげる役割がこの給水塔にあったのです。ちなみに戦国時代に武田勝頼が作った水道工事をうまく流用してあんなものを設置しているらしいです。すごいですね。まだまだ上り坂は続き、次は長坂。もう線路もなんかもう困ってますよ。右左カーブばっかりでね。長坂の町もこのまた高台の上にあるということから、皆さんも何かお気づきになるポイントがあるかと思いますが、次の長坂もまたスイッチバックの駅だったそうです。そんなのばっかり。ホームの下がこうスカスカになっているのがわかると思いますが、これは比較的新しい時代に作られたプラットフォームの構造です。つまりもともとこの部分にホームはなかったのだということがわかります。見るとですね、この長坂駅の崖の上にはこのように大きな町が広がっているのですが、列車からは分かりません。高さが違いますからね。長坂という書いてあるこの駅名標ぐらいしか何も土地を感じるものはありませんが、中央線の50番目のナンバリングのところまで来たようです。この上の一段高いところに昔は駅があって、町とフラットでつながっていました。今はまた地下1階に相当するようなここから階段を上がって町へ出ていくという構造、さっきの穴山と同じです。穴山をイメージしてもう一度この長坂駅を見てもらえれば分かりますが、昔はこの急勾配のところに列車を止めることができなかったので、何回目の説明だよという感じですが、止めることができなかったので水平な土地をこの画面の右後ろ方向に作りました。旧長坂駅ホームに向かっていたその線路の跡地のところには保線車両が止められています。今のところをバックするような形で列車が長坂の町と同じ高さの旧駅のところに止まっていたわけですね。同じような話ばかりです。中央本線には今でもスイッチバックの駅として使われているところはもうありませんが、しかしこの列車はこの先2回もスイッチバックを経験することになりますから、乗っていれば当時の雰囲気を知ることはできます。どんな感じになるのかは後ほど。なんだこれ、臨時列車ですね。中央線で活躍しがちのジョイフルトレインお座敷車両花がやってきました。
全ての車両がグリーン車、みんなで足を伸ばしたりしてくつろぐこともできる構造です。ということで到着しました。この駅は小淵沢駅。お弁当の丸政元気会が名物のこの小淵沢駅で駅弁を買いたいところですが、停車時間がわずかなので食べ物を用意することはできません。先ほど言いました、停車時間は、ね、3分ですね。3分以上の停車時間ってのはもうほぼねないんですよ。とりあえず小腹に多いし、小腹どころか大腹が減っているんですけれども、僕はね駅に行くといつも食べ物を食べる時間がなくてですね、こういう自動販売機でなるべく甘いカロリーが入っていそうなものをこのように買うことにしています。とはいえ3分の停車時間がありますから、ホーム上に売店がないので駅弁は買えませんが、列車の撮影ぐらいはできます。キハ110型、新しいですね。新しいっていうか、なんかピカピカに磨いてあるみたいですね。最近多分検査を出てきた車両だろうと思います。ここから連絡する小海線の普通列車です。ちなみにさっきはコーンポタージュも買いまして、無理やりですねこういったもので、カロリーを取ろうとしていますが、なんと見てみたら40キロカロリーしかありませんでした。少ないな。あまりお腹の足しにはならなさそうです。中央線のダイヤ乱れが今日は発生してはいますが、それが停車時間を長引かせるようなことにはならず、この列車に乗り遅れてしまったら全区間乗車という目的も果たせなくなるので、あまり無茶なことはしないようにしていました。お隣のホームというかところに止まっているボックスシートタイプの211系がいますね。このお隣のボックスタイプの方が快適だというふうに言われていて、日によっては私の乗っている高尾発長野行きもボックスシートの車両で運転されることがあるそうです。でもね、景色を楽しむならロングも結構いいんじゃないかと思ってますよ。どうですか、こんな感じで外の景色を窓越しに眺める開放感。裏に見えていますのは甲斐駒ヶ岳などの山だそうです。到着しました。この駅が信濃境ですね。ここで列車は長野県に入りました。地名からして分かりますよね。この信濃境駅は昭和3年に作られた古い駅舎を使っているそうで、昔ドラマの青い鳥っていうんで、なんかここが舞台になったそうですね。鳥かごだけ展示されていました。当時はきっと観光客もいっぱい来たんでしょうね。ここから先昔風の駅舎を多く楽しめるような区間になってきますが、信濃境の次が中央本線で最高地点となります富士見、その手前でですね見るべき景色がありますよ。昔の中央本線の廃鉄橋があそこに残されています。信濃境富士見間では列車をより速く走らせるために、そして線路の数をダブルにするために新しいところにレールを引き直し、古い線路が廃線となって、今でもその姿は残され、進行方向の右手に見ることができます。富士見駅に到着。今回の行程の中での最高地点、そして中央東線の最高地点であります標高956メートル富士見駅に着きました。この駅もリニューアルされていてすごく雰囲気はいいんですけれども、もともとの駅舎はとても古くて100年ぐらい使っているものではないかなと思っています。長野県内の JR の駅、すごく古い駅舎がたくさんあって、東海区間とかに進むとですね、もっとなんか明治とかのとんでもなく古い文化財が残っていますのでびっくりします。さっきの富士見駅が最高地点でした。ここから先はしばらく下り道、進行方向側が下になっているのが映像からでもわかるでしょうか。そしてここから次第に気候も変わってきます。進行方向の左側、こちらは厚く雲が立ち込めています。さっきは雨も一時降ってましたよね。一方でこの右手、松本方面には西日が差してきていてですね、ちょっと空が明るくなってきている。天気の変わり目に近づいてきました。さて列車はこの長い下り坂の区間で鈴蘭の里駅に到着します。長い下り坂の途中にあり、駅もとても坂が急なところに作られているので、列車が止まるのにも時間がかかるようです。減速に時間が必要なんでしょうね。止まりそうでなかなか止まらず、まだ止まらず、はい、止まりました。もともとここに駅はありませんでしたが、後から鈴蘭の里駅を新規に設置しました。この駅が作られた当時にはもう技術も十分高まっていたので、こういう風なものを建設することもできたわけです。昔の技術だったらやはりこの急なところに駅を作ることはできなかったでしょうね。見てください、この加速力。この車両の性能ももちろんいいんですが、
急勾配のところに駅が設けられているので、先ほどの勝沼武道橋と同じものすごい勢いで速度が上がっていきます。さっきまで駅に止まっていたとは思えないほど、すでにもうスピードに乗ってきています。速いですよね。スズランの里という駅はもともと存在しなかったから、後でですね、鉄道の技術が発達した後に急勾配のところでも列車が止まれるということで作ったわけですが、駅の名前からもそれが分かりますよね。昔だったらあまり作らなかったであろう、ちょっと新しいネーミングセンスです。次に到着したこの青柳駅はもともとあった駅でございまして、ここは平坦に作られています。蒸気機関車の時代からある駅は、駅だけはなるべく平坦にしようという発想で作られてきました。ですから駅を発車するときもさっきのような猛烈な加速をすることはありませんが、駅を離れればすぐに急な下り坂の区間に入り、またスピードに乗ってきます。さて列車は次に主要駅茅野に到着します。家の数も増えてきました。そしてまた中央道とここで久々に交差、さまざまな交通手段が集まり、長野県の中でも特に栄えている場所の一つにこれから入ります。ここまでだいぶ長く旅行してきましたが、途中で特急列車に一度抜かれただけだというのがすごいと思います。すべての特急列車が停車する茅野駅、集合住宅などもたくさん並んでいて、これまでのちょっと秘境みたいな雰囲気も混じっていたところとはだいぶ感じが違います。またここで右手に JR 東海の213系という電車が止まっているのが見えます。あちらの方が座席が快適な転換シートになっていますが、213系と私が乗車中の211系は同じような顔でして、茅野駅では停車時間が1分ほどありますから、最後尾の車両に乗っていれば色違いの兄弟の車両を並んでいる光景を写真に撮ることができたでしょうね。もしまた乗る機会があったらば今度は写してみたいと思います。山高味噌と書いてありました。この辺りは味噌の生産地として有名、信濃の全土が基本的には味噌が知られているところなんじゃないでしょうか。山の幸が大切になりますよね。先ほどの茅野を過ぎますと、進行方向の右側に線路がこれまで1本敷いてあったのがなくなりました。単線区間になります。この辺りだけ列車の需要は結構あるんですが、土地買収の関係か線路が1本しか敷かれていないところになり、反対の列車との行き違いのために時折待つ必要が生じます。列車は上諏訪駅に到着しました。ただいま16時53分、もう発車の時間ですが、反対の列車が遅れている関係でしばらく待っています。駅では大切な行事、御柱祭、7年に一度やっているこの諏訪地方の大きなお祭りの旗が今ちょっとはためいていましたが、この御柱祭っていうのは飲食とかですね、みんなで集まるということがとても大切な要素として構成されるお祭りらしく、そのためにどうしても御柱は規模を縮小して実施するということにならざるを得なかったようであります。この列車を待たしていた反対の列車は特急列車。上諏訪を過ぎるとまた単線の区間、この先岡谷駅までは単線で続きます。右手に京王のバスが走っています。新宿から来たやつですね。岡谷経由と書いてあります。この辺りは本当に人がたくさん住んでいるので、バスならば頻繁にアクセスすることができると思います。次に到着する下諏訪駅は JR バスの下諏訪営業所の近くだそうで、あそこに止まっているバスがですね、新宿まで出ていくし、さらには草津温泉の方までお客さんを運ぶこともあるのだそうです。またここで進行方向の左側に上諏訪温泉などの温泉街を遠くに見ることができます。その手前にある大きな湖が諏訪湖。晴れていれば富士山も見えるところです。ちょっとさすがに今日は遠すぎますから、さっき一瞬見ることのできた富士山はここからではその姿は分かりません。この諏訪湖の向こう側に中央道が通っていて、その中央道から見る諏訪湖の景色も素晴らしいです。この辺りは主要駅が連続しております。やっぱりその諏訪湖の周辺、恵みの海だということだと思います。続きこの駅は岡谷駅。岡谷ではそんなに長くの停車はもともと予定はなかったと思いますが、ここで反対からやってくる、そしてこの列車に接続する飯田線からの普通列車が遅れているといいます。遅れている列車がやってきました。この2両の列車からの乗り換えのお客さんを待って発車するために少々出発が遅れるといいます。しかし残念ながら駅の食べ物を売っているお店に駆け込むほどには新しく停車時間が生まれるということはありませんでした。この2両の列車は随分ゆっくりと岡谷駅に入ってきています。あれに乗っているお客さんがもうどんどん外へ出て行って早く乗り換えてほしいというのが JR の皆さんの願いなんですが、超ちんたら走っています。
これはなぜかというと、あの列車の前がもう行き止まりになっていまして、その衝突を防ぐために低速で駅に進入しなければならないルールになっているからだろうと思います。これはもう仕方のない光景なのです。そしてまたこの岡谷でお客さんがだいぶ降りまして、最後尾の特等席を手に入れました。最後尾はこのように2人掛けのシートになっていて、また他のお客さんも全然乗っていないし、横にもたれることもできるし、何より後ろの窓から過ぎ去る景色を眺めることができます。一番前にもこういうのがありますが、前からではねあまり景色を見ることはできないと思います。ここで快速列車みすゞ号というのが止まっています。同じ211系ですが、これの前に立って出発です。奥にさっきお客さんを急いで乗り降りさせていた飯田線からの普通列車がいて、また交通の要衝岡谷、ここではジャンクションがありまして、中央自動車道と長野自動車道との行き来をするためのジャンクションとなっています。松本に行くか長野市に行くかがここで分岐するのだそうです。岡谷を過ぎますと列車はとても長いトンネルに入りました。これが塩嶺トンネルです。多分皆さんに塩嶺トンネルの中から撮った映像をこういうふうにご覧いただくのは初めてだと思いますが、ここには昔塩尻峠という道がありまして、今でもありますが、国道だと峠越えのため結構面倒くさい運転をしなければいけません。鉄道ではこのように長いトンネルを1970年代に開通させまして、列車はここをトップスピード、普通列車であれば100キロ程度、特急であれば120キロから130キロぐらい出すことが多いと思います。スピードに乗ってまっすぐ険しい峠道を越えてしまいます。この塩尻峠を越えることで日本の太平洋側から日本海側に抜けることになるのだそうです。この中央分水嶺、日本の半分を分けている峠を今越えました。峠を越えてですね、トンネルの明かりがだんだん見えなくなる瞬間が好きです。この長いトンネルを抜けますと緑子という駅に着きます。その次が塩尻、中央本線の分岐点です。抜けました。これが塩嶺トンネル、上に塩嶺隧道というふうに大きく変額がついています。このトンネルができる前は中央本線はこの区間とても時間をかけて通過していたのでしたが、移動は大変便利になりました。この普通列車ものすごい速さですよ。昔の急行とかより断然今乗ってる普通の方が速いんじゃないですかね。ちょっと場合によるかもしれませんが、ここで日本海側に抜けて出てみるとやはり天気が随分変わってきていて、もう晴れの天気になっています。そして大きくカーブして主要駅の塩尻に着きます。左手からの線路は高尾、さらには新宿や東京から来た線路で、右手からの線路は名古屋から来た線路、中央本線はこの塩尻で分かれており、この右側の線路に進みますと中央本線の本当の終点名古屋にそのまままっすぐ進んでいくことができます。一方で私の列車は先ほどの塩尻でついに中央本線を離れて松本や長野に向かう篠ノ井線という路線に入りました。長野県の主要な2つの町を結ぶとても大切なルートであります。今通過している南松本の貨物駅、ここは先ほど竜王でも紹介しましたが、日本のさまざまなところから石油を持ってくる長野県の特にこの辺りのオイル基地として活躍しています。通常の貨物駅もあります。中央本線は山がとても険しいので、貨物列車牽引用の機関車は基本的に2両連結タイプの EH200 型が使われています。そういうのばっかりでしたね。乗り換え案内放送がなされています。まもなく列車はまた主要駅の松本に到着。松本の停車時間もわずかだと案内をしています。青い真っ青に塗られた車両が奥に見えたの分かりましたか。マニ50という松本の名物の車両です。あまり長く活躍することのなかった国鉄の宅配便みたいなのをするために製造された車両だそうです。松本では乗務員交代をするだけのごくわずかの停車。結局高尾で出発前に特急に1本抜かれ、その後途中の貝大和で特急に抜かれた後は松本までほとんど休みなしで走り続けてきました。奥に松本車両センター、
この松本と新宿を結ぶあずさ号の拠点基地として活躍しています。つまりあずさ号は長野の人なんですね。長野から毎日東京へ出稼ぎに来ている特急列車ということになるでしょう。先ほどの塩尻峠を越えてから列車は松本平を走っています。山は遠くには見えますが、そこまで身近な存在とはなっていません。広々とした眺め。ここからは横に大糸線という路線が分かれていきます。そしてこの列車にとって唯一の通過駅という漢字の駅があります。北松本駅の横を通過。松本から横へ分かれている大糸線と実際には並行していまして、大糸線には北松本駅がありますが、私の乗っている篠ノ井線には駅がないので通過しているような感じになります。唯一の通過体験ということになりました。平野部を走っている間は時速100キロまで出します。最高時速をよく発揮してくれる、なかなか爽快な列車です。次の田沢駅の手前のところに犀川が作られるポイントがあります。ここで2つの川が混ざり合い、犀川という長野県を代表する河川が出来上がるのです。手前側を流れている川は宿場町として有名な長野県の観光地奈良井の辺りから流れてくる奈良井川、そして奥からもう一つ川が合流してきています。あちらも県内で大変有名な観光地上高地の辺りからこちらへ流れてきたあずさ川、あずさ川と奈良井川2つの川が合流して、今ちょうどこの地点で犀川ができました。これが新潟県の方まで流れていくことになります。合流しているその瞬間です。朝にね、川から霧が出ている瞬間に景色が見られたら一番素晴らしいと思います。この辺りでは篠ノ井線は単線での運転をしています。線路は1本、反対から列車がやってきたらば譲り合うということになります。またこの向こうに町が広がっているのが見えますが、長野県では4番目の市域ということになるのかな。特別大きな拠点となる町があるわけではありませんが、全体的に活気のある町、向こうに安曇野市の景色が見えています。観光地としても知名度の高い安曇野です。まだ松本を出てから駅は1つしか止まっていません。田沢続きまして明科です。しかしもう山がすぐ近くにそびえていて、列車が止まったこの明科駅は主要駅ではありますが、逆にここまでで松本の平野の華々しい雰囲気は終わり、ここから先は険しい山越えの区間にまた入っていきます。この辺りではもともと明治時代に作った古い線路を使っていましたが、その線路を廃線にして国鉄の時代に新しくトンネルを掘りました。そして1本分の線路しか引かれていなかったところを2倍の線路が引けるような大きなトンネルを築きました。そこに上下1本分の線路を引けば、よりたくさんの列車を走らせることができるようになるわけですが、国鉄の経営が悪化したこと、それから鉄道の需要増大がそこまで見込めないということもあったんだと思いますが、さまざまな事情によって2本分の列車を通すという計画は中止されたようです。続きまして、その坂を抜けたところが、これは西条かな、西条ですね。この辺の駅もですね、とても古いものばかりで、戦前に作られた古い木造駅舎がどの駅でも残っています。ここまでやってきた田沢明科西条、どの駅も古い駅ばかりです。それをリニューアルして使っています。明科からトンネルを抜けて西条、そして間もなく聖高原に着きますが、その先もう一度カムリキの山を越えて列車は最終目的地の善光寺平を目指します。長野市と書いてあるここが目的地。あともう1回だけ峠越えがあります。そして最後が特大の大きさです。だんだん日が沈みかけてきました。この映像は6月の夏至の頃に撮影していますが、この頃でないと終点まで日の光が持たないのではないかと思います。次の止まる駅が聖高原です。かっこいい名前の駅ですが、もともとはね、尾身という名前の横に尾身村役場っていうのがありますが、ちょっと読めないですよね。そういう名前の駅であったようです。読み方が難しすぎて人々の認知度も低くなるだろうということなのか、駅名を聖高原に変えました。日の光が山に押し込もうとしているのが見えます。この近くに車でちょっと行ったところに聖高原という場所があります。聖高原駅もやっぱりすごい古い建物を今でも使い続けているみたいですね。古い駅舎をうまくリニューアルしながら今でも使い続けるという意思がどうもこの辺りでは見られるようです。雰囲気のいい駅ばかりです。右手にアルピコのバスが走っています。アルピコというのは松本とかを拠点にして活動している長野県のバス会社です。多分松本と長野の間を結んでいる高速バスとかじゃないかと思います。この JR の普通電車のライバルにもなっていると思います。この普通電車も結構早いので各駅に止まりながらではありますが、長野県民の利用がそれなりに目立つものでありました。
列車が次に止まりました駅はカムリキ駅です。もうこれよりも標高が高いところには列車は止まりません。ここはもともとおそらく戦争中に輸送量を増大する必要があったので増設した列車の行き違いのための施設で、この駅舎は多分1945年の終戦の直前に作られたものを今でも使っているようです。駅の周りには何もないのですが、もともとは人の利用を想定するような場所ではなく、上下の列車の行き違いをして戦争をより効率的に進めるための施設ということだったんだと思いますから、あまり人の便利が良くないというのもその点では納得です。そして列車はここでとても長いトンネルに入っていきます。カムリキトンネルは信州、長野と松本を連絡するためのとても大切な道筋で、これによって松本長野間の移動は近代化されました。作られた時、日本で3番目ぐらいに長いトンネルだったんじゃないかと思います。そしてこれを過ぎると見えるのが尾羽捨の景色。日本三大車窓に数えられるとても景色のいい区間になります。短い時間ではございますがと案内していますが、実際には絶景の尾羽捨駅に止まるためかなりじっくりと楽しむことができます。千曲川の彼方にこの列車の最終目的地長野市街のビル群が霞んでいるのが見えています。目的地はあの辺りです。また北陸新幹線の高架もここに並んでいます。他にも下の様子を全て見渡せ、神か何かになったような気分です。さて、ここで列車は進行方向を逆向きに変えます。これがスイッチバック。実は尾羽捨駅の辺りもとても急な勾配になっていまして、普通には列車を止めることができません。そのため前に行ったり後ろに行ったりしながら工夫して走らせています。さっきはですね、この右側の線路を走っていたんですが、今度は左側に入ります。運転はどうやっているのかというと、運転手さんは逆向きに操作しているようで、車掌さんが前方の安全を確認しているみたいです。そしてこの先でまた線路が二手に分かれますが、さっきはこの右側の線路から来ていたんですけれども、そうではなくこの左側の線路に入ります。この左側の線路は比較的水平に作られていて、またこの先まっすぐ行くと行き止まりとなる線路です。右側の線路はそれに比べると坂道が多少険しいということが映像からでも分かると思います。この右側の線路のところでは坂が急すぎて列車が止まることが難しいので、昔の時代こちら1本外したところに列車を止めていたわけです。まだこの奥の方まで線路が続いていて、編成が長い敷島などはこの奥の方まで入るようです。そしてこの後進行方向をまた前向きにして列車はまっすぐ走り続けます。これがスイッチバックの運転の仕方です。駅に1回停車するごとに進行方向を2回切り替えることになります。スイッチバックの意義がここでよくお分かりいただけると思います。この左側にさっき止まっていた尾羽捨の駅がありまして、ここは水平に作られています。ですから停車したり発車したりするのも簡単です。一方で私の列車が今走っている本線の方は全然水平ではありません。こういう風にしてうまくお互いの役割を分けているわけです。ということで見えました。ここが尾羽捨の善光寺平の景色、最もよく見えるところじゃないかと思います。長く旅をしてきたそのクライマックスにこんな眺めができるなんて素晴らしいですね。運のいいことに今日はロングシートでしたから、いくつもの窓を使って外の景色を楽しむことができます。まさに窓ごとの田とでも呼ぶべき素晴らしい眺め、ロングシートでなければ楽しめません。また進行方向の後ろ側を見ると、のたうち回るようにしてつながれた線路がかなり急な勾配を作っていることも分かります。昔から運転をするのが大変だった場所、蒸気機関車を運転する人は一生懸命ここに石炭をくべて、そして運転操作もかなり気を使ったことと思います。今の時代は電車は、レバーを手前に引っ張れば走るわけですが、昔はかなり体力勝負で頑張っていたようです。この辺りの運転はとても苦しいものがあったといいます。そして明治時代からずっと使われてきたトンネル、昔はトンネルを掘るのも命がけ。レンガのトンネルを見ると先人たちの努力と、そして
ここに費やされてきたお金、そして特に命の数、その大きさにやはりいろいろと思うものがあります。だからレンガのトンネルっていうのは特に印象深いのかなと個人的には思います。さて、ここで進行方向の右側にまた線路が見えていますが、この右側の線路にこれから入っていきます。ここは桑の原信号場です。高度経済成長の時代に貨物列車などの本数を増やさなければならないということで、この辺りの路線もどうも改善したようなのですが、線路が1本しかないため反対の列車との道の譲り合いを行うための場所です。とはいえ安全に止まることができない急勾配の区間、そこで先ほどと同じようにスイッチバック型の信号場が作られました。本線から外れます。右側が本線、通過する場合はこの右側の急勾配をそのまま進んでいけばいいのですが、そうではなく本線から横に外れた平らな土地に一旦停車します。そしてここで進行方向を逆に変えます。つまりスイッチバック。また先ほどと同じように逆向きの運転を行われます。出発注意という信号機が出ています。この信号の仕組みについては僕もここに関してはあまりよく分かりませんが、とにかく速度を落として走りなさいということです。この右側の白い砂利が引いてある線路ではなく、左側の列車をやり過ごすための横の線路に突っ込みます。突っ込むという言葉の通り、この先はまた行き止まりになっていて、このようにしてとりあえず列車を入れておくための場所ということになっているのです。長い貨物列車などもこの中に入れるように、線路はかなり奥の方まで伸びていますが、この先は行き止まりです。止まりました。そして反対の列車との待ち合わせを行うわけです。反対の列車は長野からやってきた名古屋行きの特別急行信濃でした。急勾配を勢いよく登っていきました。これで待ち合わせも完了。あとは元の線路に復帰するということになります。2回のスイッチバックの体験ができました。桑の原信号場から見ると、沿線にはリンゴや、あとはブドウ畑などが並んでいます。リンゴもブドウもこの辺りの名産として確かに知られていますが、もともとは名前の通り桑畑がたくさんあったようです。そこで桑の原という地名になったんでしょうね。進行方向の左側にさっきまで列車が入っていた線路がありますが、向こうが水平に作られているのに対してこちらがどんどん坂を下っているということがわかると思います。次々山を駆け下りて、さっきまではだいぶ高いところを走っていましたが、だいぶ目線が下がってきました。先ほどまでいたのはあの辺り、あの手前の方の山ですね。あの山の上におバス停の駅などが作られていたのです。善光寺平とその真ん中を流れる千曲川の景色を最後に見て、これで長野までの絶景区間はほとんど終わりということになるでしょう。列車はまもなく主要駅篠ノ井に着きます。篠ノ井は名古屋や松本方面からやってきたこの篠ノ井線と、東京上野などからやってきた信越本線が合流する地点です。昔と今とでは鉄道の輸送方法はだいぶ変わっていますが、ともかく合流地点という雰囲気にはなっています。でも本当にいい眺めですね。窓が横にずらっと並んでいるロングシートならではの旅情もあります。右手からやってきましたこの線路が、昔上野方面とつながっていた信越線、今は会社の名前が変わって信濃鉄道というところになっています。名前だけではなく、もちろん会社も違う会社です。ここがその東京と名古屋や大阪、松本などへの分岐点篠ノ井で、山の葉の方を見るとですね、あそこにも、電柱が立ってるんですね。篠ノ井を出発すると列車は信越本線に合流します。ここから先は長野県内でもまた大変都会的な区間になりまして、上下伏線が敷かれています。反対の列車との行き違いを先ほどのように考慮する必要はありません。この辺りは千曲川と犀川2つの川に挟まれた土地になっておりまして、その今川の間を走っているところです。人はこの川の間のところを昔から川中島と呼んできていました。そういう川の影響を受けるようなところということもあってか、この辺りは昔から広大な平地であったようです。そこで列車の速度も上がりがち、速度もだいぶ出るし、また線路もまっすぐに引かれています。川中島は白桃の発祥の地らしいんですよね。これ有名ですけど、これ川中島白桃っていうのをここで作ったってことですかね。
白桃自体はもっと前からあったんじゃないかと思いますが、北陸新幹線が今抜いていきました。この辺りでは新幹線とも並行。まもなく終点の長野に着きます。先ほど進行方向の左側に見ました犀川、奈良井川とかが合流してきた川ですね。川をついにここで渡ります。長野までの景色の最後の見どころという感じになりそうです。列車は長野の一つ手前の青森駅に着きました。この駅は国鉄時代の終わりぐらいだったかと思いますが、割と新しい時代に作られた駅で、多分その頃からのね、昭和の終わりぐらいの駅名標がなんかそんな感じのデザインですよね。このように残っています。駅の雰囲気は多分30数年間変わっていないんじゃないかと思います。長野の近くということでお客さんの利用も見込めるから新しく増やしたという駅でしょう。皆さんもご視聴お疲れ様でした。私ももうこの辺りまでやってくると実は食べるものが全然なくてですね、もうフラフラになってしまって、飲み物はあったんですけれどもとてももう大変だという状態でしたが、辛くも長野駅にたどり着きました。アイスクリームの2つ目を食べておけばよかったと思いました。あんまり食べ過ぎるとお腹が冷えて良くないかなどと余計なことを考えたのが間違い。右手に長野駅でまた折り返し出発していく特急信濃号などの車両が置いてあります。他に手前に信濃鉄道の車両が置いてあります。信濃鉄道はもともと JR 東日本でしたが、しかし新幹線が開業してからあまり需要が見込めないということで JR 東日本からはそれはそういうふうな法律などもできたんですけれども、経営を分離することになりまして、今は地元の長野県が出資する私鉄線として使われています。しかし使っている車両自体は見た目は JR の車両とあまり変わりません。ということでおよそ5時間弱かけまして長野に着きました。長野終着駅長野で放送がかかりますが、あまり大きくはこの日は聞こえませんでした。僕のカメラのせいだったのかな。車両の置き場を見ると色とりどり置いてありますが、全部他社の車両ですね。 JR 東日本の車両が1個もないというのが面白い。長野は東日本の駅なんですけどね。また手前に制御不履行確認と書いてある信号扱い所みたいな場所がありますが、そこに善光寺の絵が描いてあります。今ちょうど善光寺では御開帳が行われていて、長野は最も忙しい時期になっています。列車は車庫に引き上げるということでもう列車番号が消されてしまいましたが、ここまで乗ってきた高尾発長野行きの普通列車は 441M という列車番号がついていました。中央線では昔普通列車の夜行便が運転されていて、それも 441M、 昔から何かと話題の列車番号のようです。お腹が減りまして、もう減りすぎてしょうがないので、お腹逆に壊しちゃってまずいんじゃないかと思ってですね、ここは信州そばを食べることにしました。そんなお腹に刺激物を入れるのもどうかと思いましたし、私は辛いものが苦手ですが、長野善光寺の名物の七味唐辛子が売店の上に置いてありましたので、これもかけて食べることにしました。あ、こうやってかけるんじゃなくてこうスライドしてやるやつだったんですね。このお蕎麦屋さんも名前を忘れてしまいましたが、大昔から長野駅で営業しているお蕎麦屋さん、改札を出て右手のところにあります。ほどほどの量、私にもギリギリ食べられる辛さの七味をかけて、これでとりあえず今回の旅は終わりとなりました。この後私は長野から名古屋へ向けて特急信濃号に乗りました。よろければご覧ください。どうもありがとうございました。これはですね、北海道新幹線新函館北斗駅が開業して、その一番歴史上最初の列車に僕が乗った時の切符です。こちらはですね、昔北海道に走っていた寝台特急ブルートレイン北斗星号が走っていた時のその最後の最後に僕が乗った列車のラストランの切符です。VP 川口駅というところで発行したと書いてあります。またこちらを見るとですね、VP 上野というところで発行したと書いてあります。この VP というのは、昔 JR 東日本の駅に旅行カウンターがありまして、でそこでですね、切符とか売るビュープラザっていうのがあったんですが、現在ビュープラザは僕すごい好きだったんですが、思い出があったんですが、全部なくなりました。で、その代わりに駅旅コンシェルジュという風な施設として、上野駅とかですね、品川駅とか、そういうところに残っているんですけれども、その駅旅コンシェルジュの中に僕がですね、JR 東日本ダイナミックレールパックを宣伝しているパンフレットとか、ね、資料とかを置いていただけるということになってまして、すごいんですけど、もうなんか、あるらしいんですけど、というようなものですね。ぜひですね、皆さん、ダイナミックレールパックを使ってみてください。また、駅旅コンシェルジュに行って、コレクション目当てにファンの方とかね、持ってきてもらうとかでも構わないんで、そのチラシとかね、持っていてもらうと、面白いんじゃないかなと思います。なんかすごい、思い出のビュープラザ跡地に、僕のパンフレットが置かれるとか、なんかすごいちょっと個人的にはね、とても嬉しい気持ちです。高校時代めっちゃビュープラザ行きました。ということでございました。
。ダイナミックレールパック非常にいい商品なんで、皆さん覚えてぜひ使っていただきたいと思います。ありがとうございました。